ジャンポケ斉藤さん、7年の実刑変化、無罪は厳しそうですか？不倫から逃れましたが、今回終了ですか？いやー、まあ、被害者が被害を主張していて、本人も認めてはいるので、そこになんか恋愛感情があったみたいなことを主張したとしても、パワーバランスで上司部下ではないんですけど、取引先とお世話をする人っていうポジションの中で性的なことが起きた場合に、それはやっぱり力関係を利用したのではないかっていうことになって、無罪は難しいと思うんですよね。7年実刑全部いくかっていうと、そこら辺は争いの余地はあるのかなとは思いますけども、はい。ジャングルポケットの佐藤真二が20代女性に書類送検され、吉本興業が擁護しきれずクビになりました。ジャンポケの3人と斉藤の妻子、今後どうなるでしょうか。斉藤さんってまだ逮捕はされてないですよね。書類送検されている状態なので、実態としてどうなのかっていうのがまだ不明確なんですよね。ジャングルポケットっていうグループの斉藤さんという人が、ロケバスの中で20代の女性スタッフに対して強制をしたということで書類送検されてるんですよね。逮捕されてないということであれば、ある程度もう起きてる事実というのは確定しているので、特に不確定ではない状況というのがないということだと思うんですよね。ここから憶測想像が入るんですけど、ロケバスなのでドライブレコーダー回しっぱなしだったらしいんですよ。なので、何が起きたのかというのが、録音も入ってるっぽいですよね。車だから前の方を撮ってると思うので、映像はないと思うんですけど、少なくとも音声はあるらしいんですよ。同意だったのか、不同意だったのかというところで争いがあるんですけど、斉藤さんの奥さんはそれが同意のもとであると言っていて、ちょっと不明確なんですけど、ドライブレコーダーがあるので、それが出れば多分わかるよねというところだと思うんですよね。YouTube メインのバスにはどうすればいい？ YouTube って人格大事なんですか？結局 YouTube に人格が大事かというより、芸能人にしろまともな人しかやっぱ残んないんですよね。人格に難のある人ってちょこちょこいるんですけど、やっぱりそういう人って長年の間に消えてくんですよね。フワちゃんとか消えたでしょ？アンジャッシュ渡部さんもいなくなりましたけど、ジャンポケ斉藤さんも消えましたね。っていう感じで、割とね、芸能系からは消えていくんですよ。なので YouTube もそういう理由で消えていくっていうのはあるんじゃないかなと思います。柴田さんってまだ YouTuber だよね。フワちゃんって誰ってね。はい。僕は大学生の時に仲間内で静岡旅行した時、沼津駅で営業帰りの斉藤真二と名乗らせたのが思い出でした。あれ、ジャンポケの斉藤さんかな？もうまだ戻ってきてないよね、ジャンポケ斉藤さんって。あ、斉藤さんもう書類送検されたの？元メンバー在宅起訴。あ、もうそういう感じ。もう戻ってこれない感じなのね。もうあちら側に行かれてしまった人、残りの2人、漫才師のらしい。あれジャンポケって3人なの？僕、ジャングルポケット斉藤さんしか知らないから、他何人のグループか分かってください。松本人志ジャンポケサイトなんで、いわゆる女性によるセクハラ告発問題について、女性が許してしまったことを今許せないという歴史事件の事故を言ってきた場合、どういう対すればいいですか？最近では不同意性交罪も新設されました。これがその民主党だったり、ウォーク的なのともつながると思うんですけど、ぶっちぎる、コンプライアンスなんか知ったこっちゃねえよっていうのが多分正解だと思うんですよね。女性が OK だと言ったとしても、その後翻すというのをやったとしても、刑事事件として立証することはほぼできないんですよ。ただ、女性が翻したんだから、男性としては責任を取るべきだっていうのが、社会とかメディアの中で大騒ぎっていうことによって、松本人志さんとかっていうのが出れなくなったっていうのなんですけど、メディアとかに出なくても別に社会には出られるんですよね。例えば僕がじゃあすげえ悪いやつで、日本のテレビに出れませんって言ったんですよ。も YouTube 出ますとか、X でいろいろやりますとかで、日本のテレビとか新聞とか雑誌に出なかったとしても、タレント活動的なものは可能なんですよね。なので別になんか干されたっていうのが、まあテレビとかで干されるって話になると思うんですけど、テレビなんか出なくていいんじゃねっていう生活ができるようになってしまってるので、ポリコレ的なものを追求するというのに乗らなくてもいいんじゃないかなと思いますけどね。だからメンタリスト DAIGO さんとかはもう、ああいうメディアにあんま出ないっていう、そういう方向になってますよね。旅好きの40代助産師です。ひろゆき世界の果てに置いてきた。参加するにはどうしたらいいですか？今のところ、ひろゆきを世界の果てに置いてきた、出てきた人というのが、ひろゆきという人と、東出昌大という人と、トシさんと、3人か。共通してるのは、名前を聞いただけであの人だよねっていうのと、あと基本的には世間からあの人微妙だよねと思われているので、スケジュールが空いていること。有名な人気者の場合はまずスケジュールが空いていません。1ヶ月間とかアフリカだか南米とかに飛ばされるわけで、そんなスケジュール空いてるやついねえだろ
っていうのがあるので、なので今まで案としてきたのはフワちゃん、スケジュール空いてそうなで、最近は中居くんっていうのが出てきたので、僕の中で松本人志さんっていうのはありなんじゃないかと思ってて、なのでフワちゃんと中居くんと松本人志さん、この3人のうちの誰かっていうのは割と世界の果てに置いておくとちょうど、そうか、ジャンポケ斉藤さんはね、知名度微妙なんですよ。一般の人はジャンポケ斉藤さんそんなに知らないんじゃないかな。フワちゃんとか中居くんとか、今名前挙げた中では一番知名度低いのは僕なんですよ。なので多分僕レベルの知名度がないとちょっとキャスティングしづらいよねってことになっちゃうんじゃないかなと思います。はい。なので若新さんとかもね、ちょっとね知名度的には厳しいっていうね。だから中居くんはね、ありだと。松本中居世界の果てに置いてきたってあったら見るよね。確かにこれは見たいな。あの二人が偉そうなこと言っててどうなん実際とか、世界の果てなんとかなんのみたいな、これはね見たい。そういう意味でいくとね、やっぱりちょっとね、そういう旅番組面白いと思うんだよな。渡部さんはね、子供を保育園に送る係なんですよ。奥さんが働いていて、渡部さんがお子さんの世話をしているっていう家庭なので、海外に置いていけないんですよね。しんすけさんはありかもしれないですね。しんすけさんね、海外行ってもね、結構なんとかなっちゃうタイプなんじゃないかなと思うんですけど、斉藤知事なんだから兵庫県で仕事してるでしょ。やらかした兵頭同流も。そうなんですよね。やらかした人以外はなかなかみんなスケジュールがあるので、有名な人って仕事多いはずなんですよ。有名で仕事がないって大体なんかやらかしちゃった人なんですよ。やらかしたかどうかっていうところでキャスティングが決まるっていう感じなんじゃないかなと思います。はい。私、芸人をしているジャングルポケットのおたけと申します。この人なの？ずっとコメントでおたけって書いてた人。YouTuber 始めたんですが、視聴者がなかなか増えません。どうか増えるアドバイスをいただきたいです。どうかお願いします。この文章から言うと率直にあなた多分面白くないんですよ。これだけコメントいっぱい書かれてるにもかかわらず、コメントが面白そうな要素が全くないんですよね。ジャンポケおたけの最高潮 TV っていうタイトルで何をやってるのかもわからないし、どれぐらい面白そうかもわからないですよね。サムネイルも別に魅力的な感じではないんですよね。男の人の顔で顔全面に出てればいいのに斜めになってて顔の表情もわからないし、顔もそのイケメンかどうかはわからないのでサムネイルの付き方もあんまり良くないと思うし、それだったらアニメアイコンとかのがまだよっぽど目につくだろうみたいなのがあるので、どういう面白いことをやっていて、これを見るとあなたの1分2分幸せにできますよっていうのがちゃんと伝えられるかどうかだと思うんですよ。なので何回も送ってもらって多分流されていたっていうのもあると思うんですけど、それにもかかわらず面白さが伝わってないと思うので、例えば1回目にこれを書きましたで面白いギャグを書いて、2回目はまた別のギャグを書くとかで、何回もやってるうちにその差を作るとかで、20回分この人何書いたのか知りたいなと思ってるんだったら、じゃあ自分のチャンネルに何書いたか書きますってあればいいんですけど、このメッセージ自体がもうすでにそんなに面白くないじゃないですか。なので他のメッセージを見たいっていう風にもならないんですよね。何か自分が発信をするときは他人が見てるのを意識して、じゃあその他人に対して何を伝えたいかっていうのをちゃんと考えた方がいいと思うんですよね。じゃあこの文章を読んだとしてそのチャンネル見たいってなるかなっていうところで、何をしたらそのチャンネル見たいってなるだろうっていうのを考えた方がいいと思うので、こういう人に来てほしい、こういうことをしてますっていうのがちゃんと伝わるようにした方がいいんじゃないかなと思います。おたけ最骨頂、僕の逆です。どうですか？すいません。笑っちゃいました。なんで笑ったかっていうと、面白くなさすぎてびっくりしたんですよね。ジャンボおたけの最骨頂 TV という名前で、おたけ最骨頂はすでに書いてあるじゃないですか。さっきの2000円ぐらい払ってそれ書いたじゃないですか。あれだけ僕はつまんないですよってアドバイスをした上で、おたけ最骨頂っていうのが僕のギャグですっていうので、どうですかって言われたので、一回転して面白くなっちゃったんで、すいません。確かに笑ったので僕の負けだとは思いますけど、ただ、どうですかって言われるとつまらないです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。